数値が証明するウクライナの逆転劇。今回はロシア・ウクライナの攻守逆転の解説を行っていきます。今でもロシアはウクライナに対する侵略攻撃を継続的に行っており、ウクライナの多くの地域を占領したままです。ただし、このままずっとひたすらロシアの侵略が続くかといえば、そういったわけではありません。すでにその変化の兆候は様々なところで現れています。これまでの解説済みの動画においては、ロシア軍の占領地域が失われ始めていることなどもすでに解説を行いました。ウクライナ軍が様々なところで反撃を行い、領地の奪還を果たしているのです。こうしたロシアの占領している地域はどれだけウクライナに帰ってくるかといった結果だけではなく、そこに至るまでの様々な局面についても今回は見ておきます。今回取り上げるのは、ロシア・ウクライナ双方が行っている相手国に対する遠距離攻撃、その絶対数についての変化です。開戦当初というのは基本的にロシア側の圧倒的な攻撃力というものが目立っていました。ウクライナ軍はかなりの防戦を強いられており、特に開戦初期においては、ロシア軍の大攻勢は東部に来るだろうと考えて、東部地域で頑強に抵抗しましたが、ロシア軍はベラルーシ領からの首都攻略作戦を発動させたり、クリミア半島から南部地域における進軍などを行うなど、様々な方面からの全面攻撃を行いました。この時点におけるロシア軍の遠距離攻撃は、ウクライナに比べれば圧倒的でした。なぜならば、ソ連時代に生産されていた多くの弾道ミサイル類なども備蓄していましたし、イラン製の大型ドローンシャヘドの輸入をはじめ、ロシア国内に生産工場を建てるといったことなども行っていました。一方でウクライナ側は、当初こうした大型ドローンシャヘドの攻撃に対しても、貴重な対空ミサイルを使うなど、費用対効果の面においても苦しむこととなります。ただ、耐えているだけでは当然のように自利品になりますから、状況を改善していかなければなりません。ウクライナは、迎撃ドローンの研究開発を進めるとともに、反撃能力の獲得にも力を注ぎました。ロシアがイラン製の大型ドローンシャヘドを自国産に切り替えていく中において、ある程度の攻撃力と値段の安さといったものを両立している。この開発思想そのものをウクライナ側も利用することによって、非常に高性能だけど数が少ないといったようなものではなく、ある程度の民生品を合わせるなどして安い価格で大量生産し、ロシア側への反撃を試みるといった基本戦略を立てました。攻撃を受ける中で、ウクライナの防衛産業は様々なところでの生産活動を行っていきます。攻撃を受けた大きな工場からより小さな工場へと分割し、どこか一箇所がロシア軍に攻撃されたとしても、全体としては機能するようにと工夫も凝らしました。2024年段階におけるウクライナ軍の反撃は、月間で1000機以下の水準にとどまっていました。まだまだ作り始めたという時期でもあるのですが、実際に使用し、問題点を改良へとつなげるこの循環といったものをぐるぐると回すことによって、数と質を向上させていきました。1ヶ月あたりの反撃能力が1000機を超えたのは2025年になってからです。このあたりになるとウクライナの反撃は数は少ないものの少しずつロシア側の石油関連施設に対する攻撃を成功させるなど大きな戦果を見せるようになりました。そして質という面においてもロシア軍の防空体制を突破する能力についても獲得し、攻撃能力も徐々に上昇することとなります。生産体制についても拡充の一途をたどります。2025年夏頃には月間反撃数は1000機以上の水準を保つようになり、そこからさらに増加を見せます。2025年の年末あたりにおいては、反撃するウクライナのドローン機体は5000機程度まで増加しており、明らかにこれまでとは全く異なるレベルでの反撃能力を獲得し始めました。そして2026年はまさにこうした延長線上でさらにウクライナの反撃能力は伸びています。先行していたロシア軍の大型ドローンシャヘドによる攻撃は現在のところ月あたりでは6000機程度にまで達しています。しかしウクライナがついにこれを逆転する状況になったのです。ウクライナの場合だと様々な企業が競り合っている状況で複数の機体や射程距離に合わせた大小の機体なども織り交ざることによって攻撃を織りなしています。そのため単一の機体というわけではありませんが、従来ロシア側の攻撃よりも反撃が10分の1以下であったという頃を比べれば、
攻撃能力でロシア側を上回ったというのは、これは明らかに数字上における大きな変化です。さらに、先日、ロシアの首都モスクワ周辺に対する攻撃が実施された際にも、ウクライナ軍のドローンはモスクワ周辺だけではありませんでした。全般的に様々なところに攻撃を行うことによって、ロシア当局は各地でウクライナ軍のドローンがどれだけやってきてこれだけ撃墜したんだというような戦果報告を行いました。それらを合わせた数字というものが1日で1000機を超えたのです。2024年段階では1ヶ月の攻撃回数が1000機以下というような時もあったのに、今では1日でその1000機の水準を突破するようになったのです。そして、ここからがロシア側の苦しむところです。なぜならば、ロシアの場合だと絶対に動かせないような重要な施設といったものが方々に散らばっています。石油にしても天然ガスにしてもそうですし、重工長大産業などの大規模工場などは絶対に動かすことができません。しかもそれらは広大なロシアの大地の各地にあるわけですから、それらすべてに重厚な防空体制を構築するのは予算面でかなり困難です。実際的に現在のところ防空体制を固めているのは首都モスクワだけだと言われています。しかしそのモスクワですら、実際にはウクライナ軍ドローンが飛来して様々なところに攻撃を行っていることから、決して盤石な体制でもありません。と、ここまで話を聞いた人の中には、ウクライナ軍の方がそうやって攻撃をしたとしても、ロシア側だってもっともっと攻撃能力を上げたり、もしくは迎撃能力を上げれば、ウクライナ軍の攻撃を相殺することができるだろうと反論する人が出るでしょう。しかしそこに大きな問題があります。それは、ウクライナとロシアとの間には明らかに軍事力の整備で方針が全く異なっているからです。例えばウクライナの場合だとロシアに侵略されているわけですから、ウクライナの国民や国家の存続といったものを考えなければならないため、まずは防御をしっかりと固める。その上での反撃能力を獲得するという順番になります。ところがロシアの場合だと明らかにそうした順位付けといったものが偏っています。ロシアのプーチン大統領は開戦当初以来ずっとウクライナの領土を望み続けています。占領した地域についてはすでに国内法において勝手に自分たちの国土だと宣言を行い、さらにロシア軍が一歩も足を踏み入れていない地域についても、もうそこはロシアの領土だ、さっさとウクライナ軍は撤退しろというようなことを要求などもしています。そのためにプーチン大統領はたびたび東部戦線の司令官たちに、一体いつになったらドンバス地域をロシア軍が完全占領できるんだと、何度となくせっついていると言われています。このことが悪影響をもたらしているのは、部下たちもそうしたプーチン大統領の要望に応える形で平気で嘘をつくことです。例えばゲラシモフ元参謀総長は現在でもなおプーチン大統領に嘘の報告をしていると言われています。先日戦争研究所はどんな嘘をついているかについての分析レポートを出していました。東部戦線の重要な拠点であるクピャンスクという町があります。ウクライナ軍、ロシア軍の激しい戦闘が行われたこの町ですが、ウクライナ軍が今、固く守ってロシア軍の攻撃を跳ねのけています。ところが、ゲラシモフ元参謀総長は、すでにクピャンスクは占領済みであり、その先の町をいずれ落とすんだといったような話をプーチン大統領にしているというのです。これは明らかに虚偽報告の部類でしょう。そして、ロシア国内における問題とロシア軍の問題がまさに密接に絡み合った事象などもあります。それが、ロシア国内における反戦運動が高まらないように、インターネット網に対する規制などを強化しています。このことがなぜロシア軍にとって問題かといえば、ロシア軍内部における通信網がインターネットの特に民間のアプリサービスなどに頼っている面があります。それはテレグラムであったり、WhatsApp だったり、軍事用の軍事回線、秘匿回線を使っているわけではなく、通常のインターネット回線で民間のアプリを使って連絡している。しかし、そうした民間サービス、インターネット網に対して人々の反戦運動が高まらないように規制を行ったり、ジャミングをかけたりすることによって、ロシア軍自身の通信手段が妨害されるといったことなどもたびたび発生しているというのです。さらに、攻撃偏重の基本戦略といったものが、ロシアにとって大きな重荷になっています。それが迎撃ドローンのウクライナと比較しての明らかに技術的な劣後です。ウクライナの場合だと、当初からロシア側からの攻撃を延々と受け続けた関係で、
迎撃ドローンの発達は継続的にバージョンアップが重ねられ、今や西側陣営で一番の技術水準に達したと言われています。それに比べるとロシア側、とにかく領土を奪ってこいというような命令が出てばかりなわけですから、防御体制の構築には、人や予算といったものが十分に割り当てられていない問題があるわけです。そのために迎撃ドローンの質で一歩劣ることから、ウクライナ軍の攻撃を十分に防げないという状況に陥っているわけです。そして発達した迎撃ドローンは、ウクライナにとって新たな産業の柱になろうとしています。攻撃用の兵器と違って迎撃用ですから、広く一般的に受け入れてくれる国があります。例えば今最も大きな顧客になりそうなのが中東湾岸諸国です。イラン製の大型ドローンシャヘドがサウジアラビアや UAE、その他の周辺国などに対しても攻撃で用いられました。これらの国々、防衛予算としても十分な額をつけていたことから、アメリカ製のパトリオットミサイルなど、非常に西側の高級兵器を使ってシャヘドを迎撃しました。しかし、イラン製のシャヘドは、300万円から500万円程度。一方で、最新鋭の防空ミサイルを使った場合においては、迎撃費用が1億2億なんていうものすごい金額差になることから、これでは継続的に守りきることができません。そのため中東湾岸諸国はウクライナとの商談を持ち、迎撃ドローンの大量導入といったものを今後進める予定となっています。そして、ドローンだけではなく、ウクライナ側の兵器発達についても新たなニュースが入っています。それは、滑空爆弾について国産化が成功したというニュースが入っています。滑空爆弾は航空用爆弾を元にして、後付けのキットなどをつけることによって、射程距離を伸ばし、ある程度安全に相手陣地に対する攻撃を行うための兵器です。ミサイルに比べると射程距離は短いですが、圧倒的に安い値段で目標物に対して攻撃ができることから、現在の前線地域における重要な兵器の一つです。これまでウクライナは欧米からの支援に頼っていたわけですが、アメリカからの支援はトランプ政権になってからは全面的に停止。現在では、主にはフランスから入ってくる滑空爆弾が頼りとなっていました。しかし、フランスの精密誘導爆弾というものは、それこそフランスの懐事情に左右されることもあり、大量に入ってきたというようなものでもありません。ですから国産化することによって必要な量をどんどんとこれから調達することができるというのは、かなり前線地域における航空支援、手厚くなる可能性を秘めています。一方でロシア側の攻撃というものは、これからさらに増加させるのか、それとも何か別の手段に切り替えていくのかはかなり微妙なところです。費用対効果において明らかに状況は悪くなっています。なぜならば、迎撃ドローンと大型ドローンを比較した場合において、費用の面で言えば、迎撃ドローンの方が価格で言えば10分の1以下だからです。つまり、高い価格の攻撃兵器を大量に作って攻撃しても、そのほとんどがより安い値段の迎撃ドローンで撃ち落とされる状況といったものが続くので、もっともっとたくさん作ればいいかといえば、必ずしもそうではないのです。ウクライナ側がどんどんと迎撃能力を上げて、より安い値段で、より高い値段の攻撃側の兵器を破壊し続けていくということが続けば、基本的に負担としては十分ロシアには重荷になるわけです。さらにそうしたシャヘドの問題といったものは、基本性能があんまり上がっていないんじゃないかというような問題です。つい先日も黒海で中国の貨物船をロシアのシャヘドが襲ってしまったというニュースが入っています。決して中国の船だからといって狙ったわけではないでしょう。おそらく民間船舶だったらどれでもいいやというような無差別攻撃を行った結果として、このような事態になったわけです。中国としてはイラッとするような出来事ですが、これだけをもってして中国がロシアに対して強く当たるわけではありません。しかし、ロシアにとって決してプラスになる出来事ではありません。それともう一つ朗報が入っています。ロシアの刑務所の収容人数なのですが、もはや人海戦術に人々を駆り立てた姿といったものは過去のものとなり、もう刑務所から人を引っ張ることは不可能になったのではないかという分析が出ています。2021年末、ロシアの刑務所においては、収容者が46万5千人程度いたそうです。この後、ロシアによるウクライナ侵攻の後、これら刑務所にいた人たちに対しては、戦場に行って生き抜けば、その後の刑期については恩赦を与えるというような話となりました。特に重犯罪者の人たちは、
もうこの後一生刑務所から出られないかもみたいな人たちもたくさんいたわけなので、もうそれだったら一か八かというような感じで戦場に出て行った人たちもいるわけです。しかし、そういった人たちといったものも当然限界があるわけなので、刑務所の収容人数についてどんどんと減るというような状況がようやく終わったようです。現在最新の情報によれば、刑務所に収容されている人数は28万人程度。この落差といった部分が戦場に出ていって命を失った人だと考えられています。ちなみに生き残った人たちどうなったかについては、これもまたロシア国内における社会不安の一つとなっています。何しろ、ロシアという国の中において重犯罪を犯して、もう刑務所に長いこといるはずだった人たちが、戦場というかなり凄んだ状況の中で生き残ったわけなので、さらにロシア国内において次の重犯罪を犯す危険性というものが高いのです。実際そのような事件といったものも報道されており、もう刑務所には行きたくないと思っていても、どうしても粗暴の荒さといったものが目立つ人は、そうそう生き方そのものを変えられないのかもしれません。というわけで今回はウクライナ軍のロシア側に対する反撃で用いられている大型ドローンの数をもとにして、ロシア、ウクライナ、その逆転劇の状況について解説を行いました。ウクライナ軍のドローンがいくら攻撃を行ったからといって、さあこれで戦争がすぐに終わるというようなものでもありません。第二次世界大戦の爆撃機のように大量に爆弾をドカドカドカッと落として工業地帯全部を焼け野原にするというような攻撃能力は大型ドローンにはありません。施設の中枢に対する攻撃などを行って破壊することはできても、国そのものを完全に滅ぼせるようなものではありません。だからこそウクライナ軍の反撃能力が高まったイコールこれにもってすぐさま終戦へと向かうというようなわけではありません。しかし状況が明らかに変わってきたというこの変化そのものについては明らかに良い兆候を示していることは否定できないでしょう。皆さんは今回の解説を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルでは一般的なニュースで取り上げられる話題もご紹介しますが、ちょっとマニアックな、あんまり報道されていない話題について、私自身関心があるのでよく解説を行っています。ぜひともこのチャンネルの活動を応援してくれると嬉しいです。動画を見終わった後は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、またスーパーチャットやこのチャンネルの活動を支えてくれるチャンネルメンバーも大歓迎です。それでは次の動画でお目にかかりましょう。またね。